はい、こんにちは。もみじの旅チャンネルです。ゴールデンウィークもそろそろ終わりを迎える5月の初めですね。今回は兵庫県を南北に走るローカル線磐丹線に乗ってきました。磐丹線の起点は山陽新幹線や姫路城でおなじみの姫路駅で、終点和田山駅まで、全長およそ66キロです。磐丹線の名前の由来は旧国名の播磨と田島を結ぶことから磐丹線と呼ばれています。姫路から途中寺前までは電化区間で、今はもう懐かしい103系電車が現役で活躍しています。一方、寺前から先和田山方面は非電化区間になってまして、途中寺前からはディーゼルカーに乗り換えて進みます。今回はそんな磐丹線の風景とともに途中下車や終点和田山の様子もお届けします。磐丹線の途中駅福崎で途中下車してみました。駅の観光センターでレンタサイクルを借りれたので、これで街の中を散策してみることにします。自転車借りました。福崎町は民族学者の柳田国男の生まれ故郷として知られてまして、町のあちこちに妖怪をテーマとしたユニークなオブジェが点在しています。さっきのヤマンバなんかはね、昔新宿とか渋谷とかに、よく出没してた種族ですけども、まあちょっとね、違うヤマンバでしたけどね。福崎はですね、記録があるのは奈良時代からって言われてます。関ヶ原の戦い以降に、池田家姫路藩が成立します。その後本田家、奥平松平家榊原家越前松平家坂井家と譜代名門が入れ替わり立ち替わりということで、姫路藩を継いできたっていう歴史がありますね。でウィキペディアを見て驚いたんですけど、福崎町っていうのは人口2万人そこそこの大きな町なんですけど、なんと20歳前後の人口が非常に多いんですよね。人口もここ30年ほど2万人弱をキープしてて、元気な町っていう印象です。自転車をもう少し走らせて、静かな山あいにある神石寺へ向かいます。神石寺は西国薬師霊場49か寺のうちの24番目のお寺なんですね。今回私は2回転目なんですけども、2回転目の12か所目のお寺になってます。
991年平安時代末期に一条天皇の勅により開かれたと伝えられています。薬師如来が本尊として祀られています。実は鐘をつく時に手が滑ってですね、ものすごく小さな音になってしまって、それでもすごくね、低音のしっかりしたいい鐘の音が鳴ってました。再び福崎駅から万丹線の旅を再開させます。電化区間103系の終点寺崎駅へと向かいます。万丹線は明治27年万丹鉄道の姫路寺前駅間が開通しました。そして、福崎村に福崎駅が置かれます。そして翌明治28年鹿間駅っていうのがこれは姫路港のあたりですね、鹿間駅から姫路駅間が開業。そして明治36年、山陽鉄道に全線譲渡されます。この山陽鉄道は今の山陽電鉄とは違う会社ですね。そして明治39年、姫路から和田山間、全線開業になります。そしてその年に国有化されます。明治44年までには日本海方面の霞と大阪方面の福知山まで開通します。なので、この頃はですね、姫路港から、和田山を抜けて、霞そして、福知山までが、万丹線になっていたということですね。上りの列車がやってきたんですけども、私が乗る下り列車はあと1時間ぐらい待つことになります。そして明治45年、福知山から霞の間を山陰本線に編入されます。その後昭和61年に鹿間港駅から姫路間が廃止になります。そして昭和62年国鉄、分割民営化によって、西日本旅客鉄道に、承継されます。珍しくないですかこれ。真っ平らなこの車両はですね、この付近でしか見られないキハ41っていう車両になりますね。種車は余剰になったキハ47片側運転台の車なんですけども、それにですね、片側を、運転台をつけてで、ほとんど中古の部品を使ったようですけどもね、そうやってリサイクルされて作られた車になります。片側がね、真っ平らなんでちょっと特徴的ですね。こっちは普通のキハ40。寺崎から和田山に向かう途中に生野という駅があります。生野から少し福知山の方に向かったところに生野鉱山というのがあります。生野鉱山は平安時代の開鉱と言われてますけども、
1542年頃から本格的な採掘が始まりました。最盛期の江戸時代には毎月500キロの金を産出したといいます。明治から近代化が始まり、生野から姫路飾磨港に向けて専用の馬車道が整備されました。畑の中をまっすぐ伸びる馬車道を最近では銀の馬車道と呼んでキャンペーンをしています。明治27年にパンタン線が開通すると、鉱物の輸送手段は鉄道にとって変わりました。つまり万丹線の敷設の目的はおそらくこの鉱物資源の輸送がメインだったんだろうと思います。
磐丹線の終点和田山駅に到着しました。和田山駅は兵庫県朝来市にある駅で JR 山陰本線と磐丹線の接続駅です。明治時代からの長い歴史を持ち、かつては田島地方の交通の要衝でした。駅前はゴールデンウィーク中とはいえ人通りはまばらで、どこか静かな空気が流れています。商店街のシャッターが降りた風景に少し寂しさを感じます。しょうがない、今日は祭日だからしょうがないわな。自分が乗ってきた列車が折り返して帰っていきました。街の中を歩いていると、ひときわ目を引く重厚な石造りの建物が現れました。地元の上垣院の旧診療所として使われていたもので、大正時代の建築と伝えられています。左側が磐丹線で、こっち側が山陰線やな。山陰線です。よし、丸山川まで来ました。ここにね、藤子の工場がありました。ちょうど駅の裏手まで来ました。この広い原っぱの隅に時代に取り残されたような赤いレンガの車庫と古びた給水塔がひっそりと佇んでいました。かつて蒸気機関車が息づいていた頃、この場所にもたくさんの人とたくさんの音があったのでしょう。今はもう誰もいないその空間に風の音だけが静かに響いています。忘れられた風景。それでもここには確かに鉄道の時代があった。そんなことを思わせる旅のラストシーンでした。近道発見。行けるのか。磐丹線に乗って終点和田山までの旅、いかがでしたでしょうか。のんびりと列車に揺られながらふと立ち寄った街で見つけた静かな風景や歴史のかけら、派手さはなくてもどこか心に残る旅になりました。
最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。